こんにちは。トルコでプロサッカー選手を目指している高橋香です。今回は私が未経験からプロサッカー選手を目指した経緯、理由について話していこうと思います。私は現在26歳でプロサッカー選手を本格的に目指し始めたのは24歳からです。私が24歳くらいの時に私の身の回りにいろんなことが起こって、その結果プロサッカー選手を目指すことになるんですけど、これが今回の話の本題なんですけど、本題に入る前に私がどれくらいサッカー未経験なのかとか、その24歳になるまでのスポーツ歴などについて話していきます。私がサッカーどれくらい未経験なのっていう話からまずしていきます。実は私小学生の頃2年くらいサッカーやってたんですよ。ただ練習は週1回のみで自分も上手くなくて、スポーツとか、何事もうまくいかないとすぐ諦めてやめる性格だったんですよね。なので、結局2年くらいでやめてしまって、それ以来サッカーは休み時間にやるか、体育の時間にやるか程度で、ただ休み時間にやるって言っても基本私は休み時間野球するのが大好きで、もうずっと野球やってました。次は中学から大学までの部活歴について話していきます。まず中学なんですけど、サッカー部もちろんあったんで、サッカー部入ろうかなって思ったんですけど、サッカー部の体験入部は練習入らせてくれなくて見学だけっていう噂があったんで、サッカー部には行かず仲のいい友達が入った水泳部には私は入部しました。しかしその水泳部は結構練習が緩くて、雰囲気も緩かったんで、ちょっとそういう緩かったりぬるいことがあんまり好きじゃなかった私はやめてしまいました。で、その反動で高校では高校の中で一番きついと言われていたハンドボール部に入部しました。結果練習とかいろいろめっちゃきつかったんですけど、結果が出ずに結局引退してしまいました。で、大学はラクロス部に入部しました。ラクロスって基本みんな大学から始めるんで、誰でも頑張れば日本代表になれるよとか、チームで日本一になれるよみたいな、そういう言葉を先輩から言われて、日本代表になりたいし日本一になりたいなとか思って入部したんですけど、結局日本代表にも日本一にもなれず引退してしまいました。で、ここからどんどん話の本題に近づいていくんですけど、私が新卒で公務員になって、サッカーを始めた話に入っていきます。私は新卒で、町田市役所っていうところに入庁しました。公務員ですね。で、その町田市役所にはサッカー部とフットサル部がありました。で、その町田市役所の先輩方は、公務員の全国大会でベスト16になったりとか、あと昼休みにも自主練で外走ったりしてる、そんな先輩たちを見てすごいかっこよくて、そういう熱いことが私は好きだったんで、町田市役所のサッカー部フットサル部に入部しました。純粋にサッカーやフットサルが楽しかったっていうのもあり、またその今までのスポーツ人生の中で何にも結果が残せなくて、その気持ちが悔しくてまだ心に残っていたっていうのもありました。で、町田市役所のサッカー部とかフットサル部に入部以来、もう毎日練習してたんですね。仕事後も休日もサッカーの練習しましたし、昼休みも速攻で飯食って外行ってサッカーやろうみたいな、一人でも結構サッカー練習してました。で、あと有給も取ってサッカーも練習してました。で、サッカー部フットサル部の、市役所の活動だけじゃ満足できず、気づいたら合計4チーム入って週7でサッカーしてたんですね。4チームの内訳を言うと、町田市役所サッカー部、町田市役所フットサル部、FC 長津田、ブレッサ相模原って感じです。で、そんな生活を続けてるうちに、上司とか同僚にこういうことを言われるようになったんですね。お前は何目指してんのっていう。その質問聞かれても自分でもうまく答えられなかったし、ただ純粋にサッカーが楽しいんだよって、そういう答えでしたね。私は一つのことにはまるともうとことんそれをもう24時間365日、もうそれについて考えちゃうし熱中しちゃうタイプですね。で、公務員2年目にキャリアデザイン研修っていうのがあったんですよ。その自分のキャリアをどうしていくかとか、どう係長とか部長に、いつ頃になっていくかみたいなことを考える感じの研修なんですけど、私の同期たちはみんないつ係長になっていつ部長になるかとか書いてたんですけど、自分はいつまでに市役所サッカー部でレギュラー取っていつまでに公務員の全国大会で日本一になるとか、そういうことを考えてたんですね。別に係長とか部長とかには興味なくて、そんなことを真面目に書いてて割と同期に惹かれてました。
そんな感じの生活を送っていた私に4つの転機が訪れました。この4つの転機が訪れた結果、私はもう本気でプロサッカー選手を目指すことになりました。1つ目の転機は0秒思考という本との出会いですね。その頃、公務員1、2年目くらいは謎に私は自己啓発本が大好きだったんですよ。でいろんな自己啓発本を読んだ結果、一つの答えにたどり着いて、インプットしたことについて少しでも自分でいいなって思ったことは必ずアクションをするべきっていう答えにたどり着いたんですね。で、たまたまそんな感じで、そういう答えにたどり着いた後、0秒思考っていう本を読んだんですけど、0秒思考が何かっていうと、1枚の紙を用意してそこにペンで思ったことを書き出していくと思考が整理されて思考が明確化されるよっていう、そういうものだったんです。例えば今私は何がしたいのか、サッカーしたい、寝たい、ゲームしたい、美味しいもの食べたいとか、いろいろもうとにかく書いていく、思ったことを書いていくものなんですけど、けどそんなのやんの実際めんどくさいじゃないですか。わざわざ紙とペンを用意して思考を書き出していくとか、いやめんどくさいわ、寝たいわとか、かつては自分はそういうことを思っちゃう人だったんですよ。けれど先ほども言ったように、いろんな自己啓発本を読んだ結果、一つの答えにたどり着いてたんですよ。そのインプットしたことについて、少しでも自分がいいなと思うことは必ずアクションすべきっていう答えなんですね。でそれに基づいて私はちょっと面倒くさがりながらも0秒思考を実践してみました。その公務員2年目の時、私は0秒思考でいろいろ思考を書き出していった結果、自分はサッカー選手になりたいっていうことが分かったんですよ。0秒思考のおかげで自分のやりたいことが明確化されたんですけど、けどサッカー選手無理でしょってその当時は思ってしまったんですね。頭おかしいでしょ。だって俺はもう未経験だし、22歳から新卒公務員になってからサッカー本格的に始めたし、サッカー選手になるような人たちは幼稚園とか小学生の頃からずっと絶え間ず練習してきて努力し続けてきて、それに比較して俺は無理でしょって思っていました。転機2つ目は我孫子高政が41歳で J リーグデビューっていうニュースを知ったことですね。ちょうどその0秒思考とかを読み終わって、自分がサッカー選手になりたいんだなって分かった頃、ちょうど我孫子高政っていう男性が41歳で J3 の選手になって J リーグで最年長デビューしたっていうニュースが話題になったんですね。でまさかのその我孫子高政っていう人は私と同じチームだったんですよ。その直接は被ってないんですけど、私のブレッソ相模原っていうチームの先輩でした。でそういうまさかの同じチームってことで、ちょっと運命を感じちゃいましたし、我孫子さんのことをすごいって思うと同時に悔しかったんですね。悔しいくらいにかっこよかったんですね。で我孫子さんは22、3歳くらいまでプロサッカー選手目指してたんですけど、怪我とかでサッカーをやめてしまって、ただ38、9くらいから、いや俺はサッカー選手目指したいって言い出して、で結果41歳とかでプロサッカー選手 J リーガーになれたんですけど、そういう人を見てすごいかっこいいなって思っちゃったんですね。かっこよくても悔しいくらいにかっこいいんですけど、その我孫子さんに勇気とか元気をもらって、俺もたくさん練習してプロサッカー選手になろうって思いました。俺も諦めずやりきれば、もしかしたらプロサッカー選手になれるかもしれないっていう思うようになってしまいました。3つ目の転機はホリエモンの将来の夢なんか今叶えろっていう本を読んで衝撃を受けたことです。0秒思考を読んで、プロサッカー選手になりたいなと思ったり、あと我孫子さんのことを知って本気でサッカーの練習をしていた頃、このホリエモンの将来の夢なんか今叶えろっていう本に出会ったんですね。このタイトルを読んだ瞬間、もう体に電撃が走っちゃったんですね。で実際にその将来の夢なんか今叶えろを読んだ翌日、私は公務員の町田市役所の上司に辞表を提出しました。お金のため今は公務員やんなくちゃいけないけど、いつかはお金貯まったら公務員辞めようとか思ってたんですけど、今辞めないと一生後悔するって思いました。公務員時代は最低でも週5で8時間は働いてたんで、実際その生活を続けながらサッカー選手になることってほぼ不可能かなって、少なくとも自分は不可能かなって思ってたんで、いつかは辞めて
フリーランスになるなり何かしようって思ってたんですけど、そういう将来の夢はもう今叶えるべきだと思ったんですね。そんな感じでもう速攻というか迷惑かけない程度に2021年の3月上旬に私は上司に自首を出して2021年3月末に町田市役所を退職しました。4つ目の転機は同期の死です。私が我孫子さんが J リーガーになったってニュースを知ったくらいの時に、私が公務員やってた頃の割と仲良かった同期がお亡くなりになってしまったんですね。そういうこともあって、自分もいつ死ぬか分かんないし、いつ死んでもいいよ、やりたいことをやりきろうっていう気持ちになっていたんですね。そういうこともあって、将来の夢なんか今叶えろっていう本を読んでから、もう潔く上司に辞表を出すことができました。そんな感じの4つの転機を経て、私は晴れて公務員を辞めました。ただ、一人暮らしだったこともあり、もともとそんな貯金もしてなかったんで、やっぱお金ないと生きていけないですし、サッカーもできないんで、仕事をしなくちゃいけないんですけど、他の会社とか他の公務員になるってことはなかったです。なぜなら週5 8時間労働っていうことをやめたかったからです。フリーランスになって自分の好きな時間に働いて、自由に時間を使いたかったんです。できるだけサッカーに時間を使いたかったですし。で、私が公務員辞めた2021年の4月頃って、割とプログラミングで稼げるっていうのが結構ブームだったんで、私もプログラミングやったことなかったんですけど、独学でいろいろ挑戦してみたんですね。結果、全然稼げなかったです。めちゃくちゃ消耗したし、で、公務員時代の貯金とか退職金も尽きてしまって借金もしちゃったりしました。徐々にプログラミングとかで稼げるようになってきたんですけど、もう超ブラック労働で、プログラミング向き不向きとかもあると思うんですけど、私的には大変で、サッカーする以外はもう本当に24時間365日プログラミングしてるっていう生活でやっと生計が成り立つくらいだったんですね。それくらいで、稼げはしたんですけど、思ったほど時給単価的には良くなくて、東京で一人暮らしっていうこともあって、割と生活費も月、どんな節約しても8、9万円くらいはいっちゃってましたし、そんな感じでフリーランスとして割と消耗していたんですね。なので、物価の安いトルコに行けば仕事の時間減らせるし、その分サッカーに時間使えるよねってことでトルコに来ました。トルコに来た結果、ある程度フリーランスとしても貯金ができたんで、今フリーランスの仕事を全部やめて YouTube に全振りしてます。今私がある貯金が尽きるまでは YouTube 頑張ろうと思います。YouTube がサッカー選手として一番相乗効果のある仕事だと思います。やっぱプログラミングとサッカーとかあんま相性が良くないかなって思ったんで、たとえ YouTube で収益ができなくてもやる価値のある仕事だし、自分がやってて一番楽しい仕事だからです。1ヶ月ちょい後の2022年8月上旬からトルコでセミプロへのトライアウトが始まります。で、このトライアウトに受かり私はプロサッカー選手になりたいです。さらにただのプロサッカー選手ではなく一流のプロサッカー選手になりたいです。アビコさんのバトンを次につなぎたいっていうか、アビコさんが作ってくれたこの道を私がさらに大きくしていきたいです。サッカーが好きだからサッカーしてる時が一番楽しいし、サッカーにだけ集中したいから、サッカーにだけ集中できる環境が欲しいからサッカーでプロになりたいし、アビコさんみたいに自分の活動とか自分の挑戦とかで誰かに勇気だったり元気だったりを与えられると嬉しいです。ただ自分の活動で誰かに勇気とか元気を与えたいって言っても、自分の活動を知ってくれてる人はほとんどいません。なのでこの YouTube チャンネルを大きくしていって、たくさんの人に知ってもらいたいです。で、私がプロサッカー選手になる過程や自分の思いや行動を発信していくこと、あと一流のプロサッカー選手になることが自分の仕事だと思っています。こんな感じで、これからも頑張っていきます。で、こんな感じで動画は終わりになります。チャンネル登録とかいいねとかコメントとか応援してもらえるとすごい嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。